内藤歯科内藤です。今回は自費の入れ歯と保険の入れ歯のうち自費の入れ歯について詳しくお話をしていこうと思います。保険の入れ歯はこの規模ですと約5000円から1万円ぐらい、自費の入れ歯になりますと安いもので10万円、非常に高いものになってきますと50万円ほどしますが、当院でよく出る入れ歯は20万円から30万円のものが多いので、一応目安としてこのように書かせていただいてます。それにしても価格差、実に20倍から30倍いたします。同じように見えるこの入れ歯、本当にこれだけの価格差の価値があるかどうか、今日はお話をしていこうと思います。総入れ歯といって歯が一本もない方に入れるタイプの入れ歯、これも保険のやつと自費のやつがあるんですけども、これはまた総入れ歯は後で説明しますので、これは一時除外します。そうするとこちら部分入れ歯というんですが、まだ患者さんご自身の中に残ってる歯があって、それを捕まえるための装置、クラスプがついてるんですね。この金属のバネで挟み込むわけです。こちら側にも一応クラスプがついてます。これは金属のバネじゃないんですけども、こういったもので歯を捕まえていくわけですね。そして維持安定を図るというものになってます。それから白い部分は人工歯。これはプラスチックで作ります。自費の場合には、ほとんどプラスチックで作るんですけども、たまに、セラミックスで作る場合もあります。それからこの赤い部分は、レジン、プラスチックで作ります。ですからほとんど共通ですね。構造的にはかなり似通った構造をしています。では、保険と自費、何が違うかということですが、決定的に違うのが材質です。保険は保険のルールにのっとった材質でないと使うことができません。自費の場合にはその、ルールの制限がありませんので、歯科医院が指定する理想の材料、最新の材料が使えるというのがこの自費の最大のメリットということになろうかと思います。自費の時にしか使えない材質、いくつか説明していこうと思います。まずは型取りです。型取りの時にはこのような個人トレイといいまして、患者さん本人に合わせたお皿を作ってきてシリコンで取っていきます。ですから保険のものに対してシリコンで取ったこちらの石膏模型の方がより正確に模型を作ることができます。まずはこれ型取りの時のお話です。それからこのようにクラスプをプラスチックで作ることができます。はめてみると残像紙のところに金属が出ないわけですね。金属が目立たないという、そういう入れ歯になります。これは保険ではできないです。それからこちら裏面にシリコンが貼ってます。噛んだ時に痛みが少ないわけですね。このようなシリコンを貼る材料とか、もしくはこういうふうに柔軟性があって折れにくくて柔らかいということですね。こういったものも保険では、作ることができないです。または金属でクラスプは作るんだけども、この表面に見えなくするような加工を施すとか、そうすると見栄えがいいと、こういったものが自費治療が得意とする材質ということになりますね。薄い金属の加工が自費治療が得意とするところです。薄ければ薄いほど異物感が少なくなるわけですから、薄いということはお口の中にとって非常に大きなメリットということになりますね。というわけで、自費治療にした場合には最新のいろいろな材質が選択できるわけです。そういった意味では自費治療の方が有利ではあるんですが、
ただし、自費治療にしたからといって、それがあなたに合うかどうかっていうのはわからないんですね。ということで、当院では、まず来ていただきましたら、初めにおすすめするのは保険なんですね。保険の入れ歯をおすすめしています。まずは保険で入れ歯を作る。そして実際に使っていただくんですね。そして、保険の入れ歯がもし気に入っていただけたらもうそのままお使いいただいて、自費にする必要はないということになるわけですね。しかし、保険の入れ歯どうも気に入らないよと、使いづらいよという場合、この場合にも実は2種類あるんです。おおむね合っているんだけども、ちょっとここをこうすればもっと使いやすいというタイプと、もう入れ歯自体全然使ってられないよってタイプがあるんです。で、前者のタイプ。もうちょっとここのところ改良してくれないかなというタイプの方は、こちらの自費治療がおすすめです。例えば、おおむね入れ歯は合ってるんだけども、この金属の部分、ちょっと、こういう、見にくいものに、見えにくいものにしてくれないかなということであれば、自費治療はおすすめです。得意とする分野ですね。もしくは、ちょっと噛んだ時に、この裏にクッション材が欲しいなという場合には、自費治療ですね。あとは薄い金属がいいななんていう場合には、自費治療はおすすめです。ちょっとの改良で、だいぶ使いやすくなるんじゃなかろうかという見込みの方は、保険から自費治療に切り替えていただくと非常に効果的かと思います。しかし、そもそもこの保険であれ自費であれも入れ歯自体が嫌だよという方は、どのみち自費に切り替えても、ほとんど効果はないんですね。20万円、30万円の、お金を支払って、結局作ったけども使わないみたいな感じになってしまいますので、もう入れ歯がもうそもそも嫌だという方は、もういよいよインプラントとかを検討していただくしかないわけですよね。ですから、自費治療に向いていらっしゃる方は、保険治療でおおむね合格点近くまでは行くのだけれども、もうちょっと改良してほしいという方。もうちょっと改良すれば、合格点いただけそうだという見込みのある方は、価格差これだけしますけども、ぜひ、この、入れ歯治療、自費の入れ歯治療ですね、選択としてはいいものかなというふうに思います。そして総入れ歯のお話です。総入れ歯も先ほどの部分入れ歯と一緒で、まずは保険で作ってみてください。そして、もう少しここが薄ければいいのになとか、少しこの辺シリコン混ぜてほしいなというご要望がありましたら、ちょっと高くなりますが、このぐらいで、加工をやっております。金属の、薄い板にしますとね、熱が分かりやすくなりますので、食べ物の味がね、非常に分かりやすくなるという利点があります。5年も10年も長い間使っていただけますので、そう入れ歯の方も一度、ご検討ください。入れ歯は毎回ケースバイケース、柔軟にその方に対応しながらやっていくしか方法がないんですね。今までお話ししてきたような治療方針を持って、入れ歯の政策取り組んでいますので、もしお近くの方で入れ歯でお困りの方、ご相談等ありましたらお電話お待ちしております。